記憶ってどんなやり方があるんだろう。どうも、マインドオーガナイザーのクーです。今回のテーマは、記憶の種類と活用方法についてですね。なぜこのテーマを話そうと思ったかですね。このチャンネルのコンセプトは、脳を鍛えてメンタルを安定させ、マインドを整えれば最強になれるっていうコンセプト、自己成長に関するノウハウですね。を発信してるんですけども、その中でも脳科学、いわゆる神経科学ってやつですね。ビッグテーマの一つで、その中でも記憶力っていうのは、大きいテーマになるので、今回も取り上げさせていただこうっていう試みですね。前回記憶について、記憶の役割、そもそも記憶って何のためにあるのかみたいな役割を、話させていただいて、あとは記憶の段階ですね、が3段階あるよっていう話もさせていただきました。記憶の根源、なぜ備わったかっていうのを知ることによって、物を覚えやすくするヒントになるかなという思いで作りました。こういうジャンルのデータは、記憶の原理的に覚えやすいだろうみたいなね、イメージつくと思うので、ぜひ見てみてください。で、今回はですね、その続編というか、記憶っていうのはいろんな種類あるんですけども、覚え方ですね。文章で覚えたり、イメージを覚えたり、あとは話の流れを覚えたりとか、あとは場所、ルートを覚えたりとか、あとは技術的なもの、運転の仕方とか、料理の仕方とか、そういうテクニックですね。スポーツとか、体の動かし方とかですね。そういう習得するっていうに関しては記憶を使ってるんですけど、その習得する種類によって、何を習得するかによって、その覚え方というのは変わってくるんですけど、つまり記憶の種類が変わってきますね。なんで、それぞれの記憶の種類を、いろいろ解説していこうかなっていう、そんな回ですね。記憶の仕方っていうか、それぞれのジャンルに合わせて、物の覚えるステップとか変わってくるんですけど、そういう種類を覚えることで、物事を覚えやすくなるんじゃないかなっていう感じですね。今回の動画のメリットですね。興味ある方はぜひご覧ください。受験生とか、あとは資格の勉強中とか、何かのスキルを覚えるとか、覚える系、学習系ですね。で、頑張りたいっていう人は、記憶力っていうのはマストな能力になると思うので、ぜひ役立ててみてください。こんな風にこのチャンネルでは自分を鍛える方法ですね、脳科学、心理学、あとは思考術を通して自分を成長させる方法を発信しております。今回の動画がもし面白いなって感じたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。さて、本題行きましょう。まず、記憶の種類っていうのは、大きく分けて2つあると言われています。聞いたこともあるとは思いますけど、1個目が短期記憶、2個目が長期記憶ですね。はい。今回の動画はこれまでではならないですね。大きく分けたら2つなんですけど、その中ではまた細かく分かれていくんで、それをちょっと、説明していきますね。まず1個目の短期記憶ですね。短期記憶ってのは何かと言われたら、読んで字のごとく短期の記憶。短い間だけ覚えてられる記憶ですね。その短期ってどれくらいって言われたら、10秒から30秒、長くても1分以内の記憶ですね。あとは、これをしたら次これをしようみたいな作業の手順みたいなのあるじゃないですか。この次はこれをするみたいなプロセスを覚えておく、段階を覚えておく、作業をするときに使う記憶っていうのも短期記憶に入りますね。短期記憶はその間だけ覚えてるみたいなね。その作業をしてる間。ワーキングメモリーとか言いますけど、ワーキングメモリーについてもちょっと、これだけで一つのテーマ長くなっちゃうんで、ワーキングメモリーについてはまた後日動画化しようと思っております。とりあえずそういう記憶があるよっていう話ですね。その作業をしてる間だけ引っ張り出された情報、脳から引っ張り出された記憶の情報を元に作業して、それを作業が終わったら忘れるっていう類の記憶ですね。どっちかというと短期記憶を使って何か作業をするための、脳の機能っていう感じですね。厳密には記憶ではない、記憶を使った脳の機能ですね。で、前回、記憶の段階は、3段階あるよって話をさせていただいたんですけど、記名、保持、あとは早期の3つですね。記名っていうのはインプットですね。情報を仕入れる、いわゆる覚えるってやつですね。ものを覚える段階ですね。記憶のイメージってこれが強いんじゃないですかね。何かを覚えるみたいな。インプットするってのが記名ですね。で、その時々、インプットした情報を長く保持する、留めておく、長い期間覚えておくっていうのが、保持する、2つ目ですね。記憶のプロセス。で、3つ目が、思い出すですね。ただインプットしただけでは意味ないじゃないですか。記憶を引っ張り出して使えてこそ、覚えたと言えるので、その思い出すっていうのも、記憶の大事なプロセスの一つとされてますね。覚えたんだけど思い出せない。なんだっけ
ってなってたらそれ覚えたって言えないじゃないですか。まあつまりそういうことですね。で、短期記憶っていうのは、その保持する、想起するのプロセスの前に行く段階、インプットするかどうかの段階で止まってる記憶ですね。このインプットを1段階目行ってから、まあ大事な情報、覚えておくべき情報、生きるために必要な情報を保持するっていう2段階目に入るんですけど、その2段階目に入って、まあ長期に、移行する記憶っていうのが、この後紹介する長期記憶ってやつですね。で、短期記憶はこの記憶の3つのプロセス前段階の記憶っていうイメージで大丈夫です。なぜこの段階があるかといったら、何でもかんでも覚えてたら脳のリソースというか、エネルギー持ってかれるじゃないですか。あとは重要な情報が埋もれちゃうみたいなね。部屋散らかりまくってたら、大事なものどれだっけって探すの大変じゃないですか。でもすっきり整理整頓されてて、無駄なものがなくて、ちょっと見つけやすかったら、思い出しやすいみたいなね。使いやすい、見つけやすいっていうのがあるんで、記憶も似たような感じですね。何でもかんでも覚えてたら、脳が疲れちゃうんで、振り分ける必要があって、そのために一回短期記憶があるって感じですね。で、この短期記憶を取っとくか取っとかないかみたいな、つまり長期記憶に残すかどうかみたいな判断をしてる役割を担ってるのが、聞いたことあると思いますけど、海馬っていう脳の部位ですね。記憶といえば海馬みたいなところあるんですけど、ブルーアイズのホワイトドラゴンみたいな、そっちじゃなくて前またなこのボケ、ちょっといらないですね。失礼しました。その短期記憶から長期記憶に行くまでのプロセスの間に海馬がいますよ。で、海馬が大事な記憶を振り分けて長期記憶にしてますよっていうのを、ざっくりそんな流れがありますね。長期記憶と短期記憶の関係ですね。で、短期記憶をしているときと長期記憶、記憶の仕方によって、使ってる脳の部位が違うんですけど、短期記憶は主に使ってるのが、前頭葉と、あと頭頂葉ですね。あと、前頭葉っていうのは、このチャンネルで何度も出てきてるんですが、脳の司令塔と言われてる脳の部位ですね。感情をコントロールしたり、何かの計画を立てたり、注意力ですね、をコントロールしたり、あとは物事を判断したり、複数の情報を並べてこっちを選ぶこっちを選ぶみたいな思考ですね。あとは言語表現力、こういうふうに言葉を使う、言葉の情報を使って、伝える、いろんな形で表現で、伝えられると思うんですけど、言い回しとかですね。という言語表現力。人間の高度な知能を象徴するような役割を担っている上が前頭前野ですね。で、頭頂葉ってのは何かの空間把握、奥行きとか高さとか距離感とかを測ったり、空間認識ですね。マップを覚えたりとかですね。この位置に、この方角にこの建物があるとか、空間把握とか、あとは計算するとき、主に数学で使ってるときの脳の部位ですね。頭頂葉を鍛えれば、数学も得意になるかもしれませんね。その鍛える方法についてはまた後日話しますね。とりあえず、そういう役割がある脳の部位。この2つを使ってますね。短期記憶してるときはですね。本当にその時々で使う情報、いる情報を覚えとく、一時的に覚えとくために、あるような感じですよね、短期記憶は。具体的に、よく短期記憶を使うシチュエーションっていうのは、会話ですね。会話の時ですね。本当に短期記憶がないと成り立たないみたいなのはありますね。だって相手が話した瞬間の言葉をその都度忘れてて、なんだっけってなってたら、会話になれないじゃないですか。相手がこの話題について話して、ここまで説明しました。で、それを覚えておく。で、その覚えた情報が次話す内容とつながっていって、話の理解、というか、進行が進んでいくというか、話の全体がわかるわけなんで、会話は短期記憶がないと成り立たないですね。でね、よくね、人の話が入ってこないっていう人は、この短期記憶がちょっと弱ってるかもしれないですね。言語理解力が追いついてないというよりは、相手の話を覚えてられないっていうのも大きいっていう話ですね。相手の言ったことが右から左に行っちゃうみたいな。脳に留めておけないから、相手の話を理解できないみたいなのにつながってくるので、確かに国語力、文章理解力、言語表、読解力みたいなのは必要なんですけども、その前提として短期記憶が必要ですよって話ですね。なんで相手の話が全然入ってこないっていう人は、トーク力を学ぶ、小手先のテクニックを学ぶよりは、まずは記憶力を鍛えた方がいいかもしれないですね。いや、自分もね、結構前あったんですよね。自転車乗っててめっちゃこけて、すげえ硬いところにブロック塀みたいな時に頭を強打した時あったんですよ。で、その直後にもう全然人と会話ができなくなったみたいなエピソードがありまして、人の話が入ってこないみたいなね。今はもうだいぶ治ったんですけど、ちょっと怖かったですね。今思えば。信じられないぐらい頭を強打してね、本当に。その時はちょっと記憶力がもう低下してたかもしれないですね。その時なんだろう。
人の話が入ってこないな、どうしたんだろう。いや、頭悪くなったのかなみたいになったんですけど、そうそうそう。その時よくやってたのが、相手の話を頭の中で一回再現するみたいなのやってましたね。相手が言ったことをそっくりそのまま頭の中で復唱するみたいな感じですね。昨日コンビニ行った時さーって言われた時、昨日コンビニ行った時さーって頭の中で脳内再生するんですよね。してる間に、コンビニ行った時の話かみたいな。復唱してる間に相手の話を理解していくみたいなね。で、なんか徐々にちょっと会話力というか、なんかそういうのを取り戻していったっていうのがありますね。なんで人の話が入ってこないっていう人は、試しに相手の話をそっくりそのまま自分の中で脳内再生してみるっていうのは結構おすすめですね。もうこれだけでだいぶ改善されるかもしれないですね。ぜひ試してみてください。相手の話をそっくりそのままリピートするだけですね。そうしてる間に、そういうことか、そういう話かみたいな、そうできるので、人との会話に困ってる方は、お試しあれって感じですね。ちょっと話は脱線したんですが、その短期記憶っていうのは、会話のためにも必要ですよっていう話でした。で、先ほど話したワーキングメモリー、作業するときに一時的に引っ張り出す情報みたいなのあるんですけど、それもざっくり説明すると、何かをやろうとしてるとき、例えば料理作るときとか、包丁の使い方を一時的に思い出したりとか、あとレシピ、この材料にはこの調味料をかけるんだっけなみたいな覚えて出た情報を一時的に出すみたいなね。で、料理が終わったらその意識から消えるみたいなね。そのしてる間だけ取り出される情報、留めておく情報みたいなね。を使ってるのがワーキングメモリーですね。大きく分けてこの2つかな、短期記憶は。はい、続きまして、長期記憶についてですね。皆さんこっちの方がどっちかと言ったら知りたいんじゃないですかね。長期記憶ってのは大きなカテゴリー、2つのカテゴリーに分けられます。そこから大きいカテゴリーからまたさらに長期記憶の種類が合計5種類あるんですけど、これからこの5種類について説明していきます。大きいカテゴリー2つ、1個目が宣伝的記憶、2つ目が非宣伝的記憶、この2つに大きく分けられます。宣伝的記憶って何ぞやって感じなんですけど、宣伝的記憶ってのは、意識的に引っ張り出せる記憶ですね。意味として覚えてる記憶とか、情報として形として、言語化できる記憶。言語化された情報ですね。人に説明できるような記憶ですね。が、宣言的記憶ですね。人に宣言できる記憶って意味なのかな。宣伝的記憶は、ストーリーの記憶、エピソード記憶っていうのと、あとは言語理解の記憶、意味記憶の2つがありますね。で、2つ目の非宣伝的記憶っていうのは、言語化できない記憶ですね。宣伝的記憶の逆ですね。つまりは、体で覚えた記憶ですね。あとは、印象の記憶とか、いわゆるなんとなく覚えてるんだけど、なんだっけみたいなあるじゃないですか。非宣伝的記憶では覚えてるんだけど、宣伝的記憶では忘れてるみたいな状態ですね。この人見覚えあるんだけど、名前出てこねえみたいなとかもそうですね。そういうことですね。あとはちょっと話はそれるんですけど、天才ってなんか人に教えるの苦手とか言うじゃないですか。そう。そういう人たちだね、体で覚えるのが天才的にうまいみたいなね。そう、非宣伝的記憶が突出してて、もう体で覚えて、できるのが当たり前みたいなね。自然に出てくるみたいな。そのスキルの情報とかね。それがいわゆる天才なのかなみたいな。言語で覚えてないみたいなね。そういうのがありますね。稀にどっちも突出してる天才もいるっちゃいるんですけどね。大きいカテゴリーで言うとこの2つですね。じゃあ宣伝的記憶からいきましょう。